エバークライシスの魅力の一つである語られることのなかった英雄セフィロスの前日談。まだ少年である若きセフィロスは原作のセフィロスと比較すると圧倒的な強さ以外の部分はかなり人間臭く描かれており、知らない人はその違いにきっと驚くはず。どうも、エトです。今回はこの若きセフィロスの初任務や、それから10年後の大人になったセフィロスのエピソードからセフィロスの過去をわかりやすく解説します。その人物像やグレンとの関係、英雄の真実、そしてそれから10年後のセフィロスの活躍について、ファーストソルジャー編のストーリー上のエピソードをピックアップしながら解説・考察していきます。この動画を見れば、セフィロスの過去を知らない人もきっと理解できるはずです。また、ファーストソルジャー編のストーリーは、リメイク版の世界の先端にいるセフィロスとつながっているため、リメイク・リバースのストーリーが気になる方も、このセフィロスの過去を押さえておいた方が、完結となる3作目のストーリーをより楽しめるかもしれません。それでは早速見ていきましょう。まずはエバークライシスの公式ページで紹介されている若きセフィロスの人物像を見ていきましょう。名前はセフィロス。若きソルジャーです。多くの功績を挙げ、すでに英雄として世間から称えられています。その実力を買われて敵地ラディオル群島での危険な任務に投入されました。しかし、輝かしい評価の裏には秘密が隠されているようです。以上が公式ページでの若きセフィロスの紹介です。若くしてすでに英雄と呼ばれているセフィロスですが、英雄という評価の裏には秘密があったり、ささやかな望みを持っているなど、原作のセフィロスとは全く違う顔を見せてくれます。続いては実際のファーストソルジャー編のエピソードをピックアップしながら、セフィロスの人物像やグレンとの関係を見ていきます。ここから先の内容は、以前投稿したローゼンとは一体何者なのかという解説動画で説明した内容の一部も含みます。その動画を視聴しておいた方が理解しやすいと思いますので、まだ視聴していない方は概要欄のリンクから先にそちらを視聴することをお勧めします。グレンたちはラディオル軍に囲まれ絶体絶命のピンチに陥ります。しかしそのピンチに新型ソルジャーであるセフィロスが空から舞い降りて登場します。セフィロスは圧倒的な強さで、たった一人でグレンたちを囲んでいたラディオル兵をあっという間に殲滅してしまいます。その戦いぶりを見たグレンたちにもセフィロスの噂は伝わっていたようで、グレンはガキのくせに英雄のと語ります。目の前でその実力を見た3人も噂通りだと納得する強さなのですが、この輝かしい評価の裏には実は秘密があったのです。グレンたちに合流したセフィロスはグレン班の班長を命じられたと語り、今後は自分が指揮を取ると伝えます。ポットでの若造に班長の座を奪われたグレンは対抗心をむき出しにします。そして改造人間なんて仲間として認めねえと心ない一言をセフィロスにぶつけてしまいます。それを聞いたセフィロスもそんな関係は望んでいないと答え、ただ命令に従ってくれるだけでいいと語ります。このように二人の関係は最悪な状態から始まることになります。また、グレンが言った改造人間という言葉は、この後セフィロスを苦しめることになります。セフィロスが班長になった翌朝、セフィロスは集合の合図として指笛を吹いて3人を呼び出します。まるで犬を呼ぶようなその呼び出し方が気に入らないグレンは、尻尾を振ってこっちに来いってかと皮肉を言います。3人が集合した後、セフィロスは早速ラディオル軍殲滅に向けた作戦について説明します。一通り説明が終わった後、グレンはセフィロスに向かって、セフィロスがどんな人間であっても上からの命令なら班長として認めてやると伝えます。しかし、今後指笛で自分たちを呼びつけたら承知しないぞと憤り、その時はぶん殴ると伝えます。それを聞いたセフィロスは自分の行動が迂闊だったと反省するのでした。
セフィロスは先ほどグレンに言われた言葉がずっと気になっていました。そして指笛で3人を呼んだことを配慮が足りなかったと素直に謝ります。さらにその理由として人とあまり接したことがないからだと語り、実践経験は今回が初めてだと伝えます。それを聞いたグレンは、初めて？英雄なのに？と驚きます。そこでセフィロスは、英雄という評価は嘘だと語ります。大活躍とか英雄というセフィロスに関する評価は、実際には新型ソルジャーの人材募集の宣伝のための作り話だったのです。真実を聞いたグレンは、それでもあの戦いぶりは嘘ではないし、これセフィロスが本物の英雄になるために自分たちが協力してやると伝えます。しかし、セフィロス自身は英雄になりたいわけではありませんでした。セフィロスの本当の望みは、普通の暮らしを送るというささやかなものだったのです。でも、ソルジャーである自分には、その願いが叶わないことも分かっていました。こうしてこの謝罪をきっかけに、セフィロスとグレンの間にあったわだかまりは解けるのでした。ついに敵の拠点の入り口にたどり着いた4人。セフィロスは拠点に入る前に3人に女性の写真を見せ、知らないかと尋ねます。さらに、その女性の名前はジェノバで、母親だと伝えます。検索及びラージ・オブ・ケルベルスをプレイしたことがある方はわかると思いますが、この女性の本当の名前は、ルクレツィア・クレシェント。シーナの科学部門の永久研究員であり、ジェノバプロジェクトに参加したメンバーの一人です。王女との間に身ごもった我が子と、自分の体をその実験に提供しますが、その子供こそがセフィロスなのです。セフィロスを産んだ後は、ジェノバ細胞の影響で心身に変調をきたし、人前から姿を消しているため、セフィロスとは面識がありません。ちなみに、若きセフィロスは、王女のことを王女博士と呼んでいます。クライススコアの時点では、北条と呼び捨てにして剣をしていることから、この頃はまだ北条を敬う気持ちがあったのかもしれません。このあたりは原作のセフィロスとは異なる部分です。また、北条はセフィロスの母親であるルクレツィアの名前を教えず、ジェノバと伝えていることから、北条のマッドサイエンティストとしての一面を垣間見ることができます。グレンはセフィロスが写真を見せたのは、この先で自分たちが死ぬかもしれないと思っているからじゃないかと勘ぐります。セフィロスはそんなつもりはなかったと答えますが、そう言われるとそんな気もすると言って笑い出します。何がおかしいとグレンに言われたセフィロスは、グレンたちと話していると心が弾むんだと伝え、それが面白いから笑ったのだと答えます。その無邪気な姿を見たグレンたちはセフィロスを受け入れ、こうして4人の間に深い絆が結ばれることになるのでした。拠点に潜入した4人は、途中の分かれ道でセフィロスとグレンたち3人の二手に分かれます。しかし、グレンたちが追っていた敵はおとりだったことが判明し、急いでセフィロスの元へと向かいます。そこには、子供から年寄りまで、すべてのラディオル兵を一人で殲滅したセフィロスが立っていました。その惨劇を見たグレンたちは、ここまでやる必要があったのかとセフィロスに問いかけます。しかし、セフィロスは、自分たちの任務はラディオルの残党の総統であり、ワコール建設の許可をもらいに来たわけではないと答えます。そして右手に負ったひどい傷を見せながら3人に語ります。この傷はグレンたちが言っていた子供に撃たれて負った傷であること。大人はすぐに子供だとか年寄りだとかレッテルを貼って他人を向き出すこと。自分はそんな目といつも戦っていることを伝えます。さらにセフィロスは感情をむき出しにして次のように語ります。自分は戦場に立つために育てられたソルジャーであること。ソルジャーは身も心も強くなければ価値がないこと。だから強い心が必要になること。強い心とは、ためらわない心、揺れない心、ぶれない心、異常な心であること。感情が先に立つような旧型のソルジャーでは、存在する意味がないんだと断言します。それを聞いてセフィロスがどんな思いでここまで戦ってきたのかを理解したグレンは何も言わずにセフィロスに近づき強く抱きしめます。
そしてグレンは語ります。戦場では生きるか死ぬかしかないというのはその通りだということ。しかし、これ以上強さを証明する必要はないこと。その分、ほんの少しでいいから優しくなってほしいこと。それは、本当に強いセフィロスにしかできないことだからだと伝えます。グレンの言葉を聞いたセフィロスは涙を流し、俺は改造人間じゃありません、と伝えます。グレンはもう一度セフィロスを抱きしめると、わかってる、ごめんな、と謝ります。その時セフィロスは心の中で、なりたかったわけじゃない、そうつぶやくのでした。本島のラディオルを殲滅した4人。魔法の試験掘りの準備が進む中、グレンたちはセフィロスを探して遺跡に向かいます。そこにはラディオルの死体を漁っているセフィロスがいました。グレンは何をしているのかと尋ねます。セフィロスは母の写真を入れた大事なペンダントをなくしてしまって、それを探していると答えます。グレンたちは遺跡内のモンスター退治のついでに探すのを手伝うと申し出て、4人で探すことになります。このセフィロスのペンダントは、後のエピソードの伏線となるので、覚えておいてください。4人は会話をしながらペンダントを探します。そんな中、ラディオルがいなくなったことで、少し気持ちが緩んでいないかとセフィロスは3人に指摘します。そして、突然グレンに向かって魔法を詠唱し始めると、自分の身は自分で守ってくださいと伝え、グレンにではなく、その後ろにいたモンスターに向かって魔法を放ちます。助けられたグレンは冗談交じりに、おっと、俺たちをお守りくださるつもりなので、と尋ねます。それに対してセフィロスは、だって俺の班ですからねと答え、モンスターの増援に迎え撃つように3人に指示するのでした。モンスターを殲滅後、マットは、俺の班だから守るか、とつぶやき、自分の知っている班長にもそのセリフを聞かせてやりたいと話します。班員を殴ると脅したり、靴下を嗅がせるような班長の話を聞いたセフィロスは、ああ、最悪ですね、と答えます。当の本人であるグレンは、だが、記憶に残るだろう、と威張りながら主張します。セフィロスはそれを聞いてうなずき、その班長は、忘れられるのが怖いんですね、と伝えます。セフィロスの鋭い洞察力に本心を読まれた気がしたグレンは、驚きながらも、さーてどうだろうな、と答えをはぐらかすのでした。結局ペンダントは見つからないまま、魔法の試験掘りの合図を聞いた4人は、急いで拠点へと戻ります。その道中で近道になりそうだと、マットはグレンに大きな木を切り倒すように頼みます。しかし、セフィロスが間に割って入り、自分がやる方が早いと言って木を切り倒します。さすがだと褒めるグレンに、セフィロスは、さすが改造人間ですかと皮肉を言います。それを聞いたグレンは、言ってねえし、思ってもねえよ、と素直な気持ちを伝えます。なぜかそれを残念がるセフィロスは、自分でもよくわからないが、グレンたちになら何を言われても嫌な気持ちがしないから、何でも言ってほしいと伝えます。グレンは、なら思っていることを片っ端から言ってやると話すと、頼りにしてるぜ班長、と信頼していることを言葉でちゃんと伝えて、セフィロスを心から班長として認めるのでした。この後、魔法の試験掘りによる爆発で、気の本流、すなわちライフストリームの暴走が始まり、ラディオル群島全体の崩壊が始まります。グレンたち3人は、本島から離れたシダド島に住むラディオルの少年ローゼンを助けに行くと言って、融通の利かないシンラの命令に背いてヘリを奪います。本来の任務とは関係のないことですが、そんな3人を守りたいと思っているセフィロスも命令に背き、グレンたちと一緒にシダド島に向かうことを決断します。この後の若きセフィロスに関するエピソードは、以前に投稿したこちらの動画ですでに解説しています。こっから先はその動画を視聴していることを前提に、セフィロスが究極の選択をした後のエピソードについてピックアップします。セフィロスの前に倒れているローゼン。グレンはセフィロスに掴みかかり、
最初から説得する気なんてなかったのかと、牙のない怒りをぶつけます。そこにライフストリームに流されてきたセフィロスが大事にしていたペンダントが空から降ってきます。セフィロスは何も語らずに黙ってペンダントを拾いに行こうとしますが、グレンはそんなセフィロスの行動を許さず突き飛ばします。その後グレンはペンダントに向かって走り出し、ペンダントに怒りをぶつけるように蹴り飛ばしてライフストリームの中に落としてしまいます。そんなことをしても何にもならないことを知っているはずなのに、グレンは感情を抑えることができずに、らしくないことをしてしまうのでした。この後、なんとか島を脱出した4人は別々の道を歩むことになります。グレンたち3人は反シンラとして活動することになり、各地を巡って同じ思想を持つ者を集めていきます。一方のセフィロスはシンラのソルジャーとして活躍していきます。ファーストソルジャー編のストーリーでは、ここで10年後に話が飛んで、グレンとセフィロスの再会が描かれることになります。では次に、10年後のセフィロスの活躍について見ていきましょう。10年後、セフィロスはウータイのタンブリン山にいました。目的は行方不明のソルジャークラスファースト、ジェネシスを探すためです。しかし電話をかけても反応はありません。ジェネシスとは、クライシスコアで登場したソルジャー大量脱走事件の先導者です。ここで10年後とは FF7 の時代の中でどこなのかを解説します。セフィロスの初任務はム・エギル1992年、FF7 の物語が始まる15年前の出来事です。そこから10年後はヌ・エギル2年です。この年は FF7 の中で重大な事件が起こっていますが、なんだかわかりますか？そう、セフィロスが闇落ちするニブルヘイム事件が起きた年です。クライシスコアをプレイした方ならわかると思いますが、ジェネシスがソルジャー大量脱走事件を起こしたのが、この2年前のム・エギル2000年です。ジェネシスはオデオヘイムでザックスに倒された後、消息不明となっている状態です。つまり、セフィロスはこの2年間もジェネシスを探し続けていたのです。直接語られてはいないですが、セフィロスの仲間思いな一面が垣間見える部分です。そんな中、突然犬の鳴き声が聞こえ、セフィロスは背後から奇襲を受けます。この奇襲を仕掛けた人物こそが、反シンラとして活動している10年後のグレンなのです。こうして、ファーストソルジャー編のオープニングで流れたムービーの伏線が回収されることになります。この後、二人は一触即発の状態になりますが、ローゼンの愛犬であるレフェが間に入ることで一時休戦となります。こうして10年ぶりの再会を果たすセフィロスとグレン。セフィロスはこの場にいないルティアとマットのことを気にかけます。それに対してグレンも元気でやってるぜと伝えます。そして時間がねえから聞いてくれと話すと、グレンは語ります。脱走したソルジャーたちを殲滅するために、この辺りは空爆されること。それはプレジデント直々の指令でハイデッカーに下っていることを。それを聞いたセフィロスはなぜ知っているのかと尋ねます。それに対してグレンはシンラの上の方にコネがあるからだと答えます。このグレンとコネがある人物が誰なのかということに関しては、以前投稿したこちらの動画で考察していますので、気になる方は概要欄のリンクから視聴してみてください。グレンは駐屯地にいる何も知らないシンラ兵が空爆に巻き込まれて命を落とすことを危惧していたのです。だからこそ信頼のおけるセフィロスにその誘導を頼みに来たのです。セフィロスは俺がと言って戸惑います。それに対してグレンは反シンラの自分の言葉は届かないからだと答え、後のことを任せます。そして去り際に10年間ずっと気にかかっていたペンダントを魔法に落としたことを悪かったと謝罪するのでした。駐屯地へと急いで向かうセフィロス。その前に敵対勢力であるウータイ兵が立ちはだかります。
セフィロスは毒ように伝えますが、シンナに恨みを抱くウータイ兵は容赦なく襲いかかってきます。仕方なくウータイ兵を倒すセフィロス。その後で、恨みが恨みを生み、際限なく繰り返す。何も変わらないと語ります。しかし、考え直して方法はあると言って、10年前にグレンに教えられたことを思い返します。子供から年寄りまで、すべてのラディオル兵を一人で殲滅したあの日、グレンはセフィロスの強さを認め、少しでいいから優しくないと伝えました。その言葉はセフィロスの中にずっと残っていました。そして今、セフィロスは、ほんの少しの優しさで恨みの連鎖を断ち切れる。そう考えるようになっていました。セフィロスは過去を振り返り、ペンダントを魔法に蹴り落としたことはグレンらしくないと考え、先を急ぐのでした。心の中で、俺もらしくないことをしに行こう、とつぶやきながら。駐屯地で南に避難するように伝えた後、避難ルートにモンスターが集まっていると聞いたセフィロスは現場に向かいます。現場では次々と襲いかかってくるモンスターの群れと戦っている死んだ兵たちがいました。モンスターの群れに向かっていったセフィロスは圧倒的な強さで次々とモンスターを殲滅していきます。一通り片付けた後、さすがのセフィロスも疲れを見せ片膝をつきます。しかし、そこを狙ったかのように方向を上げながらベヒーモスが襲いかかってきます。セフィロスは再び立ち上がると、俺を取り巻くすべてを助けると、心の中でつぶやきながらベヒーモスへと向かっていきます。強敵ベヒーモスを倒したセフィロスは、俺はそうして英雄になると心の中で語ります。その場にいた広報担当の兵士はセフィロスの写真を撮った後に、あなたは俺たちの英雄だ。みんなにも伝えなくちゃ、と伝えます。そして英雄として称える死んだ兵たちがセフィロスの元へと駆け寄ってきます。その奥には真の英雄となったセフィロスの姿を遠くから眺めるグレンとレフィの姿もありました。セフィロスは称賛する兵士たちの間を歩きながら頭痛を感じます。そして10年前にセフィロスに大きな影響を与えたラディオルの少年ローゼンとの会話を思い出すのです。ここから先はローゼンについての解説動画で説明している内容なので、こちらでは省略します。このシーンではセフィロス本人がわざわざ自分がここで英雄になると語っているので、この時初めて名実ともに英雄になったと本人も認識できた出来事なのかもしれません。ただそうすると、この同年にニブルヘイム事件を起こして闇討ちしてしまうことから、真の英雄としての期間があまりにも短いのは気になるところではあります。ともかく、闇討ち直前のセフィロスが自分を取り巻くすべてを助けたいという純粋な思いを持っていたことを知れたという面で、このエピソードは今後のリメイク版のセフィロスを知る上でも重要なエピソードになるかもしれません。いかがだったでしょうか？今回はエバークライシスのファーストソルジャー編で登場した若きセフィロスについて、セフィロスの過去と題して、その人物像やグレンとの関係、英雄の真実、そしてそれから10年後のセフィロスの活躍について、わかりやすく解説・考察してみました。この動画を見て、エバークライシスで描かれているセフィロスの過去である若きセフィロスの活躍が気になったという方もいるのではないでしょうか。エバークライシスでは今後、ファーストソルジャー編の続編として、若きセフィロスと若きアンジールの友情を描いた、セフィロスが政宗を手に入れる物語が語られるエピソード2が配信予定となっています。内容が気になる方は、これを機にエバークライシスを始めてみるのもいいかもしれません。このチャンネルでは今後も FS7 やその他のゲームに関する動画を投稿していく予定です。この動画がいいなと思った方は SNS での共有を。今後も情報が気になるという方はチャンネル登録してお待ちいただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。
この土地には正体不明の不気味な力がある。その正体を突き止めるまでは調査が終わったとは言えない。たとえ相手が誰であれ、それがお前を動揺させるなら断ち切れ。決着をつけろ。